and they come in like a tornado. Other storms are large and have a huge wind field and. Ripping the roof off of this home the moment the eye wall hit Placida, Florida. The pictures right here, the torrential rains, the winds destroying this building. A traffic camera capturing landfall in Punta Gorda, trees blowing in the gusting rains. Tonight, more than 1.5 million customers in the dark. And look at the sparks there flying near these lines in downtown Naples. There in Naples and in several other communities tonight, curfews now in effect. First responders finding it very difficult at this hour. The storm surge flooding this Naples fire station, in fact. The hurricane, as we said, now headed inland. Orlando now bracing, where many took cover in hotels. And we have told you here, this could be a Category 1 hurricane. Ready? こんな感じでわあ、向井さんに大きいこの木があるので、この木からたくさん木が落ちてきて、うちの裏と昨日台風来てた時はこの屋根の上も全部この折れた木が乗ってたんだけど、それは台風の風で飛んだんかな。だからちょっとこれひどいから今日はここ掃除したいと思うんですけど、こんな感じだからすごいね、蛇とかそういう動物というかそういうものも出てきてるから、ミニツリーが、そのミニツリーをがなくなってる。1、2、3、4、この3つなくなってるね。かわいそうに。かわいそうにね。でも本当にすごい今日朝からいいお天気。なかなかこんなに朝からお家に日差しが入ることないんだけど、台風一過ってやつですかね。すごいいいお天気。すごい寒い。すごい風だったからね、しょうがないね。ここに池があるんですけど、池ともうここが一体化しちゃってるから、蛇とかが泳いでるみたいだから気をつけないと。向こう側のお家が大丈夫なのかな。誰も出てきてない。なんか泳いでるね。おはようございます。今、今日は土曜日なんですけど、ハリケーンが来て2日経ったのかな。昨日は本当にお家の前がハリケーン過ぎ去ったのに冠水しちゃってずっとお家にいたんですね。で、今朝見たらかなりお水が引いてて、で今さらに見たらもっとお水もドレインされてたので、ちょっと今から買い出しに行ってこようと思います。ただ行ったところでやっぱ停電結構したので、冷蔵品冷凍品が全部ないみたいなんですね。ちょっと行って
どういう感じかわかんないんだけど、とりあえず買い出しに行こうと思います。なのでちょっとファンデーションだけやって、ちょっと寒そうだから長袖と長袖を着る日が来るなんて。昨日の夜もパーカーで寝て。あれ、いやこれ普通のこれあれだったよね。ゴルフ場だったよね。原っぱだったよね。じゃあそっち側ってゴルフ場だったよね。これがブレたんだよ。あぶれた。ここすごいお水だらけになって。なんでここだけこんなに多分そこに川があるからでしょ。抜き切らなかった。川がコンクリート氾だ濫したんでしょ。本当だ、川が。ここの多分その店とかも完全に水没したんだから。コスコに着いたので今から買い物に行きます。見えないよ。パパが撮ったよ。見えるかな。あ、今待って、ズームにしてる。なんと 2.8 2.89。やばい、めちゃくちゃ安い。さあ、あるかな、ペーパー類。わーわー、スノーマンがいるよ、りっちゃん。あ、そうだ、うちクリスマスツリー今年考えないとね。おいしい？何食べたの？ブルーベリー。ブルーベリー食べたの？こっちでお塩で欲しい。コックス？コックス欲しいの？いいよ、別に。いいよ。はい。何これ？ソイフリー。あ、結構ソイフリーってあるんだ。これ買ってってみる。これ買ってってみる。めっちゃんとしてる。すごい量。結局4個行ったのかな、お店。なんかもう何が何かわかんないけど、とりあえず今からね片付けます。りんちゃん止まって、昨日もいたの。じゃーん、チーズ。主人が買ってくれたご褒美。気温が上がったね。最近子供たちがすごい気に入ってるこのオートミルク、すごい濃くてソイミルクに近いです。これ子供たちの好きなブラウンライスのこれブラウンライスじゃない方買っちゃった。普通のライスのこういうヌードル、美味しそう。イエロースポットもあるしね、なんか蜜で結構ベタベタしてる。よし、今帰ってきて、これね、主人がご褒美に買ってくれたから、これビーガンのグルテンフリーのチョコレートマフィンカップケーキだ。ちょっとだけ、一口だけ。もう今すっごい食べたいから食べちゃう。暑い。なんかほんとハリケーン来た時はもう本当にグッと下がって、すごい寒かったから、今日こんな長袖に長袖なんか着てたら、もう今すっごい暑い。間違えた、完全に。私この上のバタークリームってすごい好きじゃないんだけど
思ったより甘くなかった。びっくり。このバタークリームがこれは甘い。これはすごい甘い。ちょっとお皿も使わず、すごい行儀悪いけど。もう無事に買い物も済んで、道とかもいくつか結構冠水してるとこもあったけど、思ったよりも戻ってて、冷凍品もフルではないけど、私うちペーパー類が欲しくてコスコも行ったんだけど、ほんとちょっとだけだけどあったから、買い物も無事必要だったものは全部買えたし、本当に良かったです。明日から日常に戻れそう。ちょっとまだ家の周りの木とかね、ちょっとそういうの片付けなきゃいけないんだけど、よかった。でももう食べれない、一気に。これはもうご褒美。ありがとう。ちょっとみんな片付けてるから私も参戦してきます。ということで今日は10月の2日なんですけど、10月2日日曜日で、昨日やっとお家の前のお水が引いて買い出しにも行けてよかったよかったの一言です。今回こういうビデオを作ったのは、ハリケーンの凄さを伝えたかったっていうよりかは、やっぱこれからこういう予期せぬ自然災害って別にアメリカだけじゃなくて世界中で全然起こり得ることなんじゃないかなって、やっぱりすごく思ってる方も多いと思うんですね。そうだからそういう時に何か少しでもこう役に立とうともそんな偉そうなことは思ってはないんだけど、何かになればいいなと思ってちょっと今回は急遽作ってみました。だからちょっと早く出したかったから編集とか多分すごくあれかもしれないんだけど、何か伝わるものがあったらいいなって、思ってます。で今回ハリケーンを経験してみて、やっぱりここに30年とかもう何十年も住んでる方とかも、何回もハリケーンを経験した方とかでもここまでこんな水がこうやって家の前に溜まっちゃったとか、なんかそういう被害やっぱり受けたことがなくてびっくりしてるって話していて、近所の方も。でもやっぱこれの一つの要因っていうのが、やっぱり今フロリダっていろんな州から人がすごく流れ込んできてて、人口がすごく増えてるんですね。だからやっぱそういう生活用水が増えたっていうのも間違いなく一つの要因なんじゃないかなって近所の方がおっしゃってて、本当にそういうのもあるんだろうなって思うし、なんか本当にね、このハリケーンを通してその災害に対して向き合ったっていうよりかは、なんかいろんなことを本当に考えたし学んだ数日間でした。で今回のそのハリケーンを経験して、こうしといた方が良かったな、これがあった方が良かったな、むしろ私たちは初めて経験したから、本当になんか分からない世界、ゼロだったからどうしたらいいか分からなくて、とりあえずメールとかでフロリダの大使館からこれだけは揃えといた方がいいですよとか、ここを見るとハリケーンの今の状況が分かりますよとか、何かあったらここに連絡くださいとか、そういうメールがこういう感じで来るんですけど、これを見ながらやってたぐらいで、やっぱりリアルにいろいろ考えることができなくて、で、私たちの経験上学んだこと、あった方がいいと思ったことをちょっとまとめたいなというか残しておきたいなと思ったんで、ちょっと今ざっといくつかねお話しさせていただきたいんですけど、まず当たり前なんだけど、お水、あとはやっぱりフードなんですけど、やっぱ停電することが可能性がやっぱりあるんですよね、ハリケーンだと。で今回私たちの住んでいるところは本当にありがたいことに停電しなかったんですけど、うちのすぐ近くの違う電力会社のお家はもうだいぶ全部停電しちゃったんですね。なので正直これもう
運というかそのタイミングなんですよね。だから本当備えないといけないところで、だからフードって言っても冷蔵庫で保存しなきゃいけないものっていうのは基本的に冷蔵庫って12時間開けなければ中身のものは大丈夫、停電した場合って言われてるんですけど、やっぱり2週間とか過去に停電が治らなかったこととかもあったって近所の方が話していて、そういうことを考えるともうないものって考えた方がいいなって思うんですよね。だからなるべく常温保存できるもの、お野菜とかも、例えばうちも今回すごく役に立ったのが芋類すごく役立ちました。常温だし子供たちもお腹いっぱいになるし、本当カットしてうちはオーブンが使えたから本当焼いたりするだけの簡単なものしか作れなかったけど、すごくね助かりました。であとは乾麺、パスタ類ですね。パスタ、あとお米もそうですね。お米、あとフルーツ、リンゴとかそういうすぐなんかプラムとかもうち結構すごく役立ったんですけど、プラムとか何でもそういう常温で保存できるフルーツっていうのはすごくあってよかったなって思います。あとは定番ですけど缶とかすごく日持ちするもの、あとはちょっとこの辺に載せておきますが、たまたまアイハーブで私が大好きなレトルトのカレーが安くなってて、たまたま買いだめしてたんですね。本当にたまたま。でも本当にそれがすごく助かって、もう子供たちのことばっかり考えて、子供たちの分を優先して作って食べさせて、なんか私と主人とかって本当なんかもういろいろ心配だったっていうのもあるんだけど、食べ物が二の次みたいになってて、もうなんか本当にそれこそうちは冷蔵庫があったから、主人なんかもほぼ納豆食べて、他は子供たちに回してっていう感じだったんですけど、だからそのパウチのカレーはねすごく役立ってすっごい助かりました。だからやっぱりああいうのもあっていいのかなって思います。だからお水でしょ、フードでしょ、あと懐中電灯ですね。定番ですけど懐中電灯とか、あとはろうそくとチャッカなんて言うんだっけ、あとこうつけるやつ何でしたっけ、名前忘れちゃったけど、つけるやつともうやっぱもちろん大事だなって思ったし、あと今回やっぱハリケーンっていうことで、うちも家の前冠水しちゃったんですけど、サンドバッグこれすっごい大事でした。向井さんは本当にうちでちょっと丘になってて、向井さんは低いんですね、ちょっとからもう冠水しちゃったんですね、お家も。だけどやっぱり少しでもそれでも水の侵入を防ぐために袋の中に砂を入れたバッグをガラージの前とか玄関の前とか水が入ってくる可能性があるところにバーってみんな置いてたんですけど、でもそれをバーってね積み重ねたりして、あれでねかなりゼロではないけど水は防げるんですね。サンドバッグが別に用意してなくてもすぐ作れるようにしておくっていうのはやっぱすごく大事だなって思ったんですね。うちも次ハリケーンが来るってなったら、うちは結構丘だからうちが冠水するってことは多分ないんだけど、でも自分家がないからっていうのじゃなくて、用意しとけば周りが困った時に、ね、全然すぐ対応し、こっちもねヘルプすることができるから、これはね備えておこうってすごい思いました。あとはよく聞くと思うんですが、ガソリンももちろん満タンにしておくべきだし、あともう一つあれなのが、やっぱりハリケーンが来るってなるとフロリダの人ってすごくスローな人が多いんですけど、ハリケーンってなると皆さんすごく行動が早くて、1週間前ぐらい、もう予報が出た前の週末からコースコとかサムスクラブとか、ウォルマートとかもそうなんですけど、水とペーパー類が一気になくなったんですね。だから来るって分かってもちろん買い出しする、私も多分そういうの全然あると思うんだけど、でもやっぱりなるべく普段から少しずつ何が起こるか分からないから備えておくっていうのが均等にみんなが買えなくなっちゃうっていう状況を防げる一つの方法じゃないかなってすごく思いました。ちょっと今パッと出てくるのがそれぐらいなんですけど、あともう一つ、ハリケーンの後、ハリケーン中もだったんですけど、やっぱりぐっと気温が下がったんですね。日中30度超えしてたのがいきなり10度ちょっととかまで下がって、すごく寒くて、やっぱ気持ちも落ち着かない中気温も下がるともう一気に体調を崩すと思うんです。でやっぱ子供たちもすごく寒くて冬の布団を引っ張り出してっていうことをしたので、やっぱり衣類もパーカーとかでもいいので衣類もあった方がいいなって
思ったし、長靴も必須だったし、あとゴム、手袋、軍手ですねの辺もすごく大事だなと思いました。あとは非常用の携帯とかを充電できる非常用充電器みたいなのももちろんあった方がいいと思うし、あと常に充電をなるべくフルにしておくっていうことも大事だと思います。ちょっと今思い当たるのはこの辺、今ハリケーンが過ぎてすぐ思い当たるのはこの辺なんですけど、とにかく備えあれば憂いなしだと思ったし、しっかりこっちも用意とか準備ができていれば周りにもしっかり目を向けることができるし、みんなに分けてあげることもできるから、余裕を持ってちゃんと事前に準備しておくっていうのはすごく大事だと思いました。本当にね、冠水しちゃってお家が大変なのに、それでもうちなんか全然中は平気だったのに、なんか食べ物大丈夫、お水大丈夫、卵あるよとか、なんかすっごい本当みんな優しくて、本当大変な状況なのにこう楽しませようとしてくれたりとか、みんなのそのフロリダに住んでる方の気持ちの持ち方とか、自然災害に対する対応の仕方とか、なんか本当にね、たくさんのことを学びました。本当に改めて優しいネイバーさんに恵まれて、うちは本当に幸せだなと思ったし、これからもね、今年で終わるものじゃないと思うし、やっぱここに住んでる限り避けられない自然災害だと思うから、こうやって一つ一つを教訓にしながら、毎年毎年去年はこうだったからっていうのってハリケーンに関してはないってみんな言ってたんですね。毎年変わるし、今こうやって人口も変わって完全にいろんなことが変わってるから、だからどんな状況になっても最低限自分たちが叶えるような準備はしといた方がいいなってすごい思いました。はい、日本もね、自然災害多い国なので、地震とか津波とかもね、やっぱりある国だから、ハリケーンが来なかったとしても形は違えど、やっぱ自然災害に対する備えっていうのはどこの国も一緒だと思うから、何か少しでも参考になれたかわからないですけど、ただすごい嬉しいです。じゃあちょっと今回は緊急というか、今回はこんな感じでちょっとビデオも作ってみました。何か質問とか何かございましたら、ぜひぜひもう気軽にコメントを残していただければと思います。私に分かることであれば全然お答えしていきたいので、よろしくお願いします。ご視聴いただいてありがとうございました。バイバイ。And I don't say sorry, cause we're all just human and the world keeps going, yeah, we all keep moving. All your flaws won't ever be proven, baby, we're all just a little bit human. I'm proud to know I've tried. I'm proud to know that I'm just a little bit human.